こんにちは、おかゆです。今日はですね、私が日々愛用しているアスケンというアプリについて全力で紹介したいと思っています。この動画を、クリックして見てくれているっていうことは、少なくとも名前だけは聞いたことあるなっていう方がこの動画を見てくれているのかなって思うんですけども、簡単にアスケンを紹介すると、ダイエットの目標設定と、あとは食べたもののカロリーの登録だったりとか、あとは運動で消費したカロリーの計算とかをサポートしてくれるダイエットサポートアプリになります。私はですね、ダイエットをしようっていう風に決めてから、ほぼ毎日アスケンを使ってるんですけど、こんな感じでですね、12キロのダイエットに成功することができました。で、今回はそんな、アスケンヘビーユーザーの私から、そもそもアスケンって何なのっていうところから、ダイエットを成功させるための上手な活用方法まで紹介したいなと思ってます。この動画を最後まで見ると、今日からアスケンを使えるイメージがつくだけじゃなくって、こういう風にすればダイエット成功するんだなっていう風に思ってもらえるように、話していきたいなと思っています。この動画でわかることは3つになります。1つ目はアスケンとは、2つ目はアスケンで痩せられる理由ってなぜなのかということで、最後にダイエットを成功するためのアスケンの使い方、この3つを紹介していきたいと思います。まずはアスケンってどういうアプリなのかっていうのを簡単に紹介したいと思います。アスケンを一言で表すのであれば、カロリー管理アプリになるかなと思います。はじめに自分の目標を設定するんですが、その設定をすると目標とする1日の摂取カロリーを教えてくれたりだとか、あとは食べたものを登録するとその食べ物のカロリーも教えてくれます。で、レタスとか、エビとか、食材単体のカロリーはもちろんなんですけど、有名なチェーン店、例えばマクドナルドとか大戸屋とか、そういった外食のご飯のカロリーも教えてくれます。あとはスーパーで売ってるお惣菜だったりとか、メーカーが出してる冷凍食品も網羅してるみたいな感じで、登録されてる食品食材の多さっていうのがもうピカイチなアプリだなっていうふうに思っています。次にアスケンを使うとなぜ痩せられるのかについて話していきたいと思います。で、この話をするにあたって皆さんに伝えたい、絶対に知っておいてほしいダイエットのルールっていうのがあるんですけど、それはですね、1日に消費するカロリーよりも摂取するカロリーが低くなるように生活する。で、これがダイエットで必ず必要になることになります。このことを知っているのと知っていないのとでは、ダイエットの質がかなり変わってくるんじゃないかなっていうふうに、私個人的には思っています。で、どういうことかっていうのをもうちょっと詳しく話していくと、人間の体っていうのは、生活するだけでエネルギーを消費します。つまりカロリーを消費していきます。で、これを生活消費カロリーとか生活消費代謝みたいな風に言ったりするんですけど、私の場合はですね、だいたい平均的に1600キロカロリー毎日消費されているんですね、生活するだけで。で、この消費するカロリーに対して食事をコントロールするか、もしくは運動でカロリーを消費していく、それをすることで、摂取するカロリーよりも消費するカロリーの方が多くなるように生活していくと、人間の体は痩せていきます。で、ちなみに私は、ダイエット中はですね、1600キロカロリーの消費カロリーに対して、毎日それよりもだいたい200キロカロリーぐらいマイナスになるように生活してました。で、そうすると
1ヶ月ですね、だいたい1から1.5キロぐらいのペースで痩せていって、で1年経たずで12キロ痩せるっていうことに成功しました。でここまで聞いて、疑問に思う人もいると思うんですよね。じゃあ、お粥の、消費カロリーっていうのは分かったけど、見てる自分自身の消費カロリー、1日の消費カロリーってどのぐらいなんだろうとか、あとは痩せたいスピード感って人それぞれ違うけど、その辺ってどうやって考えるのとか、あとは食べたもののカロリーだったり、運動で消費したカロリーってどうやって管理するのとか、いろんな疑問が湧いてくると思うんです。でそれを、湧いた疑問を全部クリアしてくれるっていうのがアスケンっていうアプリになります。なので、なんでアスケンで痩せれるかっていう問いに対しては、ダイエットで必ず必要になるカロリー管理関係のことを一つのアプリでまるっとサポートしてくれるからっていうのが答えになります。はい、ここまで話したことでアスケンに対してちょっと良さそうだなっていうふうに思ってもらえたかなと思うんですが、実際に実感してもらうためにも、まずは最初の目標設定を一緒にやっていければと思います。で目標設定した後で、その後は私の一日を通してどんな風に食べ物を登録するのかっていうのを疑似体験してもらえたらなと思っています。今見てもらってるのがアスケンアプリの実際の画面になります。で私はもう使い続けてるので、目標設定の画面から編集をしていきます。初めて使う方は案内に沿ってやれば大丈夫です。私の場合はダイエットを開始した当初の60キロっていうのを入れて、目標を50キロで設定してみます。そうするとどのぐらいのペースでなりたい姿を目指しますかっていう選択肢が出てきます。で私の場合は、1ヶ月1キロちょっとずつ痩せて、1年以内に10キロ痩せたいなっていう思いがあったので、上の1ヶ月で 0.9 キロ減量ペースっていうのを選びました。でもちろん減量のペースが速ければ速いほど目標の姿に近づくのも早いんですが、その分ヘビーなダイエットの内容になってくるので、これもやってみながら自分に合うペースっていうのを途中で変えたりとかしていろいろ試してみてもいいかもしれないですね。次の、質問に行くと、減量へのアプローチ方法はっていう質問されます。で見てもらうと分かる通り、この選択を変えるとですね、下の目標摂取カロリーと目標消費カロリーが変わるの分かりますか？食事中心にすると、目標消費カロリーも少ないんだけど、その分消費カロリーも少ない。で運動を中心にすると、摂取カロリーは多いんだけど消費カロリーもその分多いっていう形で、どこに重きを置くかっていうのをここで選択します。で正直1600キロカロリーがどのぐらいなのかとか、200キロカロリー消費するのってどのぐらい大変なのかって今分かんないじゃないですか。なのでこれも一旦設定して次に進んで後から変えるでも全然大丈夫です。で私個人的な意見としては、摂取カロリー1625キロカロリーっていうのは、私のような30代女性であればちゃんとカロリー管理してれば結構余裕でクリアできちゃうんじゃないかなと思ってます。で消費カロリー200キロカロリーっていうのはだいたい体感としてはウォーキングで1時間ないぐらいの運動になるんですね。なので、そのぐらいだったら大丈夫だよっていう方であれば食事中心にしてもらって、もっと頑張れますよっていう方はその下を選んでもらえればと思います。で次に行くと、最近一番のお悩みはっていう質問が出てくるんですけど、これは自分の悩みを入れれば大丈夫です。確かこれの選択肢によっ
っておすすめの栄養素が変わるみたいな感じだったと思います。次に行くとコース選択の画面に行きます。こんな感じでですね、いろんなアスケンのおすすめのコースがあるんですけど、特に、筋肉ムキムキにしたいんだよねとか、食材にこだわりがあるんだよねっていうわけでなければ、このアスケンダイエット基本コースで全然問題ないと思います。はい、ということで目標設定が大方完了しました。今2023年の2月なんですけど、2024年の1月21日までに50キロ痩せるペースですよと。で、摂取カロリー1625キロに対しておすすめの朝昼晩のペースも教えてくれます。あとですね、大事な設定が1個あるんですけど、目標設定画面の身体活動レベルっていうところ、ここも自分に合ったものを登録してください。ここが大きくずれてしまうと、アスケン側で計算してる、代謝量の計算が変わってきてしまうので、自分の生活に一番近いものを選びましょう。で、私は、普段デスクワーク中心ですし、定期的な運動もほとんどしていないタイプの人間なので、一番上の普通を選択しています。ここからはですね、私が実際にアスケンを使って1日食事をしてみたいと思います。具体的な登録の内容だったりとか、あと1日ご飯を食べるときにどんな風に気をつけてるかみたいなところをお話しできればと思います。で、この日は朝から卵かけご飯と、あとは切り干し大根とわかめのお味噌汁を食べました。で、お米は 150g ぐらいですね。普段は 200g お茶碗1杯食べてるんですけど、この日休日でもしかしたらお昼にたくさん食べるかなっていう風に思っていたので、少しだけお米を減らしています。で、登録内容はこんな感じです。はい、これですね。登録の時のポイントなんですけども、私の場合は、この中でご飯は結構、カロリーが高いので、初めはちゃんとグラムを測って登録するようにしてました。で、だいたいいつも使ってるお茶碗って一緒だと思うので、一度測ってしまえばお茶碗このぐらいだったら何グラムなんだなっていうのがわかると思うので、一番最初だけ測るようにしていました。で、お味噌とかはいちいち測るのめんどくさいので、大さじの半分ぐらいかなみたいな感じで登録してます。で、わかめだったり切り干し大根みたいな、15キロカロリー以下のものっていうのはあんまりグラムを細かく測らずにやっちゃったりはしてます。切り干し大根とかわかめって体にいいので、食べ過ぎて困ることはないかなっていう、その辺の緩いところも続けるコツかなと思います。で、この朝ごはんの登録だけでも毎回手作業で登録するのってちょっと面倒くさかったりするんですけど、でもアスケンって一度登録すると、朝ごはんの履歴はこれ、昼ごはんの履歴はこれみたいな感じで履歴を残してくれるので、よく食べるものに関しては次回から履歴からサクッと登録できるようになるので、そうなるとかなり楽になると思います。この日のお昼は気になっていたパン屋さんへ行くことになりました。で、これもめちゃくちゃ美味しそうなんですが、カロリー管理初心者さんにはこっちをおすすめしたいと思います。なんでかっていうと、パン屋さんでもこういう風にパッケージになってるものって結構高確率でですね、後ろにカロリーが書いてあるんですよね。これも書いてありました。ここですね。熱量 384.9 キロカロリー。食事中心のダイエットをしたいのであれば、まずはカロリーが書いてある食品を選んだ方が間違いがないです。で、カロリーさえ把握していれば、今日みたいにですね、もしお昼に食べ過ぎちゃっても、1日の中で、朝少なくするとか夜ちょっと調整するみたいな感じでコントロールが効くので、初心者さんにはまずカロリーが書いてあるものを食べるっていうのを一旦ルールにしてやってもらえると、ダイエットの成功率がぐんと上がるんじゃないかなと思います。で、結構カロリー記載があるものって、
生活の中に溢れているなっていうふうに思っていて、スーパーのお惣菜にも結構書かれていること多いですし、あとコンビニのご飯もそうですね、書かれているので、そういうものたちの中でこれって意外にカロリー低いんだなみたいな掘り出し物を探していくと、かなりダイエット中でも自分の食事の幅が広がって楽しくなってくると思うので、ぜひいろんな食品を手に取った時に裏側を見る癖をつけてもらえるといいなと思います。お昼ご飯のアスケン登録はこのような結果になりました。お昼に食べたパンはアスケンには登録情報がないので、近い食品を持ってきて、カロリー合計数が同じになるように登録しています。夜はこれらの食材を使ってチヂミと海鮮風スープを作っていきます。で、私はですね、料理をするときは、まず食べたいものこれだっていうのを決めて、でその後にカロリーをアスケンでチェックします。だいたいレシピとかがネットに載っているので、必要な材料をアスケンに登録してみて、普通に作るとどんぐらいのカロリーなのかなっていうのを見てみるんですね。でもしレシピ通りに作るとカロリーがオーバーしちゃいますよっていう時にどうするかっていうと、私の場合は、結構油だったり小麦粉だったり、炭水化物周りはカロリーが高かったりするので、そこで、レシピ通りに作らずにちょっと削っても満足感が変わらないレベルでちょっと削って料理を作ったりしています。でそうすると食べたいものもきちんと食べれるし、カロリーも目標値内に合わせられるっていうことで、私はこういう手をよく使っています。夜ご飯の登録内容の結果はこのような形になりました。今回は分かりやすいように、ニラだったりとか、あとお醤油とか酢とかも全部登録してるんですけども、普段は葉物野菜だったりとか、甘くない調味料って言ったらいいのかな、カロリーがとっても低い調味料はもう私はスキップして登録しないようにしてます。ただ初めて、アスケンで登録する食品に関してはこれカロリー低いだろうなって思いつつも、念のため登録してカロリーをチェックするみたいな感じでやってます。はい、ということで以上がおかゆ流のアスケンの使い方でした。使い方だったりとか、あとはダイエットこれだったら続けられそうだなっていう風なイメージが持てたらとっても嬉しいです。で、私はアスケンを使ってカロリー管理を始めてからとっても良かったなって思うことは、自分の食べたいものを毎日食べれるようになったことだなと思います。でもちろんいろんなことを考えなければいけないんですけど、それにしたってやっぱり毎日の食事が楽しいっていうのは、生活する上でかけがえのないことだなと思うので、ダイエットの食事で悩んでる方がいたらぜひ試してみてもらえるといいかなと思います。それではこの動画がためになったよ、面白かったよっていう方はぜひチャンネル登録、グッドボタン、あとは質問だったりとかコメントお待ちしてます。それではまた。